ここに1枚の写真がある。 AI でカラーにしてみよう。1943年、日本で撮影された飛行兵総長への昇進を記念した写真だ。軍刀をついて立つ一人の搭乗員。撃墜147機。大東亜戦争で最も多くの敵機を落としたと言われた男。アメリカ国防総省とスミソニアン博物館にこの男の肖像が飾られている。敵国の博物館に顔を刻まれた日本人。名前は西沢博義。長野の田舎に生まれ、16歳で海軍に入った。酒井三郎、太田敏夫と共に対南空のサンバカラスと呼ばれた。ラバウルの魔王。日本海軍最強のエース。彼は最後の日、操縦桿を握っていなかった。今日の動画はこの男の24年の生涯をお話しします。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう映っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。この写真は1943年昭和18年頃に撮影されたもの。 AI でカラーにしてみる。1920年1月27日、西沢博義は長野県の小さな村に生まれた。退役軍人の父のもと四男一女の三男。実家は農業と養蚕を営んでいた。小学校の高等科を出ると14歳で長野県岡谷市の生糸工場に就職した。ある日、海軍飛行予科練習生の募集広告が目に入った。空を飛びたい。その一心で西沢は受験した。1936年、横須賀航空隊に入隊。16歳だった。乙種飛行予科練習生第7期。同期は204名。身長は180センチを超えていた。だが体は痩せていて、顔は常に青白かった。予科練では青ビタンというあだ名をつけられた。204名の中から戦闘機の戦習者に選ばれたのはわずか20名。西沢はその一人だった。この写真の男は武藤兼義一空曹。日中戦争で撃墜を重ねた当時の撃墜王だった。 AI で色をつけてみる。1939年、西沢は大分海軍航空隊で教育を受けた。教官がこの武藤だった。95式艦上戦闘機と96式艦上戦闘機で空戦の基礎を叩き込まれた。だが卒業後の配属先は戦闘機部隊ではなかった。1940年12月、鈴鹿航空隊。偵察練習生を後席に乗せて飛ぶ車引き教員。操縦はしても空戦はない。戦闘機乗りを夢見た男が人を乗せて飛ぶだけの日々を過ごした。96式艦上戦闘機。1936年に採用された日本海軍の主力戦闘機だった。 AI で色を再現してみる。固定脚の小さな機体。日中戦争では無敵を誇ったが、開戦時にはすでに旧式だった。西沢が最初に乗った戦闘機がこの96式だった。1941年10月、千歳航空隊に配属された。日米開戦に備えた実戦部隊だった。サイパン、ルオット、マーシャル諸島、太平洋の島々を転々としながら訓練を重ねた。1941年12月8日、日本はアメリカに宣戦布告した。ゼロ戦はすでに最前線に配備されていたが、西沢の元にはまだ届いていなかった。1942年2月、トラック島からラバウルに進出。西沢は旧式の96式艦船でラバウルの空に上がった。22歳だった。PBY カタリナ飛行艇、オーストラリア空軍の哨戒機だ。 AI で当時の色を再現してみる。1942年2月3日夜、新月の闇。西沢は旧式の96式艦船で夜間迎撃に上がった。相手がこのカタリナだった。闇の中で総発の飛行艇を捉え射撃した。撃墜を報告。西沢にとって初めての戦果だった。ただしオーストラリア側の記録では、この飛行艇は被弾しながらも基地に帰投している。その後も戦闘を重ね、第4航空隊で単独撃墜7機、共同撃墜5機を報告した。この写真の男は酒井三郎。対南航空隊の筆頭エースだった。 AI でカラーにしてみる。1942年4月、西沢は対南航空隊に配属された。第25航空戦隊の新編に伴い、
第4航空隊の搭乗員が対南空に吸収された。西沢は第2中隊に入った。ここでこの酒井三郎と出会う。西沢はヨカレン時代から青ビオタンと呼ばれていた。痩せて青白い顔をした無口な男だった。地上では人付き合いが悪く、他の搭乗員が酒を飲んでいる時も一人でいることが多かった。だが空に上がると別人だった。ゼロ戦の操縦桿を握った瞬間、この男は変わった。酒井はこうも語っている。空中の見張りではいつも自分か西沢が先に敵を見つけた。二人は指揮官の目であり用心棒だったと、酒井が西沢と太田敏夫を指導した。二人はみるみる腕を上げた。やがて三人は対南空のサンバカラスと呼ばれるようになる。5月1日、モレスビー攻撃。西沢は P39 エアラコブラを撃墜した。対南空での初撃墜だった。翌日には P40 を2機落としている。相手はアメリカ陸軍第35、第36戦闘飛行隊。5月を通じて西沢はモレスビー上空で戦果を重ねた。この写真は1941年に撮影された笹井純一少尉。海軍兵学校を出たばかりの若き士官だ。 AI で色をつけてみる。笹井純一中尉、西沢たちの中隊長になる男だった。当時のラバウルでは士官と下士官の間に壁があった。士官パイロットの多くは下士官出身の搭乗員を見下していた。だが笹井は違った。下士官出身の搭乗員を対等に扱った。腕のある者には階級に関係なく敬意を払った。酒井、西沢、太田は笹井中隊の主力になった。毎朝日の出とともに出撃した。楕円基地の周囲はすべて敵地だった。飛び立つとすぐに敵の見張りがモレスビーに通報する。午前5時に発進するのが常だった。笹井中隊の編隊はこうだった。中隊長機の左後方に酒井、右後方に西沢。この三角形が最強の布陣だった。ある日、笹井はラバウルに向かう B17 爆撃機を発見した。護衛任務を離れ、独断で迎撃に向かった。西沢と太田と酒井を両機に引き連れて、空の要塞に突入した。司令から大目玉を食った。護衛隊が勝手に離れるのは鉄則違反だった。だが、部下は笹井に同情した。独断専行はどこまで許されるのか。ラバウルに向かう敵爆撃機を見て見ぬふりをするのか。搭乗員たちの間で議論が続いた。笹井は死ぬ前の手紙にこう書いていた。撃墜54機、ドイツの撃墜王リヒトホーフェンの記録80機を超えたい。B17、ボーイングが作った4発の大型爆撃機。連合軍はこの機体を空の要塞と呼んだ。 AI でカラーにしてみる。防御火力が強く、ゼロ戦の20ミリ機銃でもなかなか落ちなかった。どうすれば落とせるか。搭乗員たちは真剣に研究を重ねた。結論はこうだった。高度差をつけず正面から反攻で突撃する。ある日、笹井中隊のゼロ戦9機がB17 の編隊と遭遇した。酒井と西沢と太田がそれぞれ1機ずつ撃墜した。酒井は後にこう語っている。B17 が爆発した時、白い雪の輪が空に4つ浮かんだ。直径50メートルはあっただろうと。その直後、敵の戦闘機3機が襲いかかってきた。3人は立ちどころに1機ずつ落とした。ラバウルの飛行場で出撃準備をするゼロ戦。 AI でカラーにしてみる。毎朝この飛行場から飛び立ち、毎夕帰ってくる。だが帰ってこない者もいた。ある日の空戦で元吉さん一層が帰ってこなかった。20歳の若者だった。将来を楽しみに皆で可愛がっていた搭乗員だ。司令はすぐに西沢を捜索に出した。西沢はサラモア飛行場に向かって飛び立った。2時間後、西沢が帰ってきた。搭乗員全員が指揮所に駆け集まった。西沢の唇が開くのをじっと待った。サラモアには帰っていなかった。付近の海岸線も捜索したが、不時着の痕跡はない。基地はシーンと静まり返った。3日間、搭乗員たちは手分けして飛行機で捜索した。だが、元吉さん一層の消息はついにわからなかった。写真の状態が良くないが、貴重な1枚がある。対南航空隊の5人のエース。後列右から酒井、笹井、高塚。前列右から西沢、太田。AI でカラーにしてみる。この5人のうち終戦まで生き残ったのは酒井だけだった。1942年
8月7日、米軍がガダルカナル島に上陸した。大東亜戦争の転換点となる消耗戦の始まりだった。ダバウルからガダルカナルまで片道560マイル、ゼロ戦の航続距離をほぼ使い切る限界の距離だった。往復で6時間以上。たどり着いた頃には空戦に使える燃料はわずかしかない。それでも毎日飛んだ。この日西沢は F4F ワイルドキャットを6機撃墜したと報告した。1日で6機。西沢にとって最も多くの戦果を上げた日だった。酒井はこう語っている。西沢のやつはデッキを後方に置いてきぼりにして6機のグラマンを叩き落としたと、太田敏夫もこの日4機を報告している。笹井も5機。サンバカラスはこの日も空の主役だった。だがこの日から対南空の消耗が始まった。560マイルの空を毎日往復する。帰ってこない仲間が一人また一人と増えていった。この写真は酒井が被弾して帰還した時のものだ。搭乗員たちが駆け寄っている。 AI でカラーにしてみる。同じ8月7日、酒井三郎が重傷を負った。敵弾が頭部をかすめ、右目の視力を失った。体の左半分が動かない。視界がぼやけ、意識が遠のいていく。だが酒井は操縦桿を離さなかった。4時間半、朦朧とする意識の中、ダバウルまで飛び続けた。着陸した酒井のもとに搭乗員たちが駆け寄った。血だらけの姿に若い搭乗員たちは遠巻きにしていた。西沢と太田が両脇から酒井を抱きかかえた。西沢がボソボソと言った。専任搭乗員、あんたは自分じゃわからんかもしれんが、ひどい傷なんですぞ。と、酒井は二人に支えられながら指揮所まで歩いた。左足を引きずりながら指令に報告を始めた。だが、どうにも眠い。意識が途切れそうになる。わかった。もうよろしい。早く医務室へ行け。中島少佐が怒鳴るように言った。酒井はそのまま二人の肩にもたれかかった。若い搭乗員たちが酒井を抱き上げ、車に乗せて医務室に運んだ。酒井は内地に送り返された。西沢が専任下士官になった。サンバカラスから一人がかけた。8月26日、笹井純一、中尉が帰ってこなかった。ガダルカナル上空でワイルドキャットの群れに突入した。敵味方が入り乱れる激しい空戦だった。味方機のことを振り返る余裕もなかった。帰り道でサザイ機がいないことに気づいた。負傷して先に帰ったのだろうと思った。だがサザイ機は待っても帰ってこなかった。10月21日、太田敏夫が帰ってこなかった。やはり誰も彼の最後を見ていなかった。サンバガラスは西沢一人になった。後日、西沢は豊橋の基地に酒井を訪ねた。互いに手を取り合い、肩を抱き合って再会を喜んだ。だが、西沢が来たのは仲間の最後を伝えるためだった。サザイ中尉が最初でした。8月26日です。グラマンが何機向かってきたかわからない。誰も落ちるところを見ていませんでした。太田はその約2ヶ月後の10月21日でした。彼の落ちるところも誰も見ていませんでした。米川は悪性の虫垂炎で病院船の上で亡くなりました。鳩がやられたのは9月13日のことでした。初めからいたダバウル戦闘機体の仲間はほとんど戦死してしまいました。残っているのは中島隊長を別にすればあなたと私、その他に数人がいるだけです。西沢は大きくため息をついた。酒井は黙って聞いていた。仲間の顔が浮かんだ。どの戦闘でも後ろにぴったりくっついて自分を守ってくれた男たちだった。だがもうみんないない。酒井は涙をこらえていた。1942年10月21日、西沢は撃墜30機で全軍布告された。11月、対南空は第251航空隊と改称された。部隊の損務は壊滅的だった。再建のため豊橋に帰還。生き残った搭乗員はわずか十数名。かつて太平洋で最強と呼ばれた航空隊はほとんど別の部隊になっていた。石沢博義のポートレート。ダバウル時代に撮影されたと思われる。 AI で80年前の姿を蘇らせてみる。1943年5月、西沢はダバウルに戻った。251機スラとして再び南太平洋の最前線に立った。だが半年前のラバウルとは全てが変わっていた。かつての仲間はほとんどいない。新しい搭乗員たちは経験が浅かった。西沢は押渕隆中尉の戦闘教育を任された。戦い方を教える立場になった。5月14日、33機のゼロ戦が一式陸航18機を護衛し、オロワンの連合軍船団を攻撃した。米第49戦闘航空軍の P ヒョンジュが3個中隊で迎撃してきた。大規模な空中戦になった。
西沢は P40 を1機撃墜、2機に命中弾を与えた。さらに P38 ライトニングを初めて撃墜した。日本側は合計15機撃墜を報告した。だが、米側の実際の損失は P38 が1機だけだった。戦果報告と実態の乖離はこの戦争の常だった。6月末、連合軍がレンドバ島に上陸した。251空はラバウルとブインの基地から出撃し、消耗を重ねていった。F4U コルセア、逆ガルウィングの大型戦闘機。AI でカラーにしてみる。1943年6月7日、ラッセル諸島の上空、81機のゼロ戦が米海兵隊とニュージーランド空軍の戦闘機と激突した。西沢の前にこのコルセアが現れた。逆ガル翼の大型戦闘機。2000馬力のエンジンを積み、速度も火力もゼロ戦を上回る。太平洋で最も優れた戦闘機と言われた敵だった。この日、海兵隊 VMF-112 のコルセア4機が撃墜された。西沢はコルセア1機とニュージーランド空軍の P41 機を報告した。この夏、西沢は毎日のようにコルセアと戦った。レンドバ島、ベララベラ島の上空、海兵隊の VMF-121、122、123、124、221、5つの飛行隊が次々と西沢に挑んだ。だが、誰も西沢を落とせなかった。ゼロ戦の防弾装備はほぼゼロだった。被弾すれば燃えるし、パイロットを守る装甲もない。それでも西沢は被弾しなかった。米海兵隊のパイロットたちはこの男を悪魔と呼んだ。4月1日、レンドバ島の上空、西沢はコルセア4機と交戦し、単独で3機を撃墜したと報告した。久坂仁一航空艦隊司令長官から100機撃墜記念の艦上と軍刀が授与された。武功抜群と書かれたのし紙が巻かれた白鞘屋の軍刀だった。9月、251空が夜間戦闘機体に改編されたため、西沢は253空に転属した。同月、ラバウルを離れることになった。1942年、当時の予科練習生たち、AI でカラーにしてみる。1943年10月、内地機関。11月、同板航空隊で飛行学生の教官に任命された。3年前に訓練を受けたあの同板の地に戻ってきた。今度は教える側として。だが、西沢は教官を嫌った。赤ん坊の子守だ。と、3年前なら不合格にされていたはずの練習生が次々と送り込まれてくる。前線で仲間が死んでいく中、自分は同板の空で素人に飛び方を教えている。繰り返し、前線復帰を願い出た。ただ、教え子に対して自分の武功を自慢することは一度もなかったという。1944年3月、203空に配属された。ようやく実戦部隊に戻った。だが、配属先は北千島、太平洋の最前線とはかけ離れた場所だった。ベテランが次々と死んでいく一方で、補充されるのは経験の浅い若者ばかりだった。西沢は軍紀のあり方についての論文を書いて提出した。空戦の鬼が部下の命を守るために筆を取った。この写真の男は角田和夫、飛装長。AI でカラーにしてみる。1944年9月下旬、千葉県茂原基地。角田の部屋に南太平洋の激戦を生き延びたエースたちが集まった。西沢、広吉、岩本、鉄三、長田、信義、尾関、幸春、斎藤、三郎。この夜、西沢は撃墜数を120機以上と語った。岩本がこう言った。敵が来るときは退いて、引き際を狙うんだ。里心ついた敵は反撃の意志がない。1回の空戦で5機まで落としたことがあると。西沢は反論した。途中で帰る奴なんか、被弾したか、臆病風に吹かれた奴でしょう。それでは、強度撃墜じゃないですか。撃墜王同士のプライドと哲学がぶつかった夜だった。この時集まったエースの多くが、この後数ヶ月で戦死することになる。1944年10月、上合作戦。西沢は201空に配属され、フィリピンに進出した。繰り返し前線復帰を願い出た男は、ようやく最前線に戻った。だが、1942年のラバウルとは全てが違っていた。制空権は完全に連合軍の手にあった。ゼロ戦が自由に空を飛べる時代は終わっていた。1944年10月25日、マバラカット基地。出撃する四季島隊のゼロ戦を地上の整備員たちが見送っている。AI でカラーにしてみる。このゼロ戦は二度と帰ってこなかった。
関幸夫大尉率いる神風特別攻撃隊敷島隊。史上初の組織的な特攻攻撃が行われた。西沢は護衛戦闘機4機を率いて特攻隊の突入路を切り開く任務に就いた。パトロール中のヘルキャット2機を撃墜し、敷島隊の進路を確保した。敷島隊は米護衛空母に突入した。帰還した西沢は仲間にこう語った。自分もすぐに死ぬ。と、そして自ら特攻を志願した。だが却下された。戦闘機パイロットとしての価値が高すぎるという理由で。爆弾を抱えたゼロ戦がマバラカット基地を飛び立つ。西沢はこの出撃の護衛を務めた。これが西沢の最後の空戦になった。AI で色を入れてみる。翌日10月26日、西沢は自分のゼロ戦をセブ基地の特攻隊に引き渡した。87機を撃墜した男のゼロ戦が特攻機になった。新しいゼロ戦を受領するためマバラカット基地に向かうことになった。移動手段は海軍1021輸送隊の爆撃機だった。セブ島からクラーク基地近くのマバラカットへ、そう銃管を握ることもなく客席に座った。この写真の男がハロルド・ P ・ニューエル中尉。米海軍 VF-14 の F6F ヘルキャットのパイロットだ。AI でカラーにしてみる。ミンドロ島北端、プエルタ・ガレラとカラパンの間の上空。ニューエルのヘルキャット2機が帰島中に雲間から現れた輸送機を発見した。彼は後年この時のことを語っている。雲の切れ間から突然輸送機が現れた。至近距離だった。すぐに撃った。エンジンに火がつき、翼に火が回った。機体はそのまま海に向かって落ちていった。と、輸送機から必死の SOS 無線が発信された。だが、機体は目的地に到着しなかった。西沢博義、戦死。1944年10月26日、24歳。87機を撃墜した男は、そう銃管を握ることもなく、輸送機の客席で死んだ。戦後、2階級特進で海軍中尉。連合艦隊国事172号単独36機撃墜2機撃破稀に見る方々たる武勲と記された。公式記録は36機だが、西沢は86機と語った日もあれば120機と語った夜もある。家族への手紙には147機と書いた。真実は誰にもわからない。だが数字より大切なことがある。この男は3年間南太平洋の空を飛び続けた。サンバカラスの太田敏夫は1942年ソロモンで帰らなかった。笹井純一も同じ年ガダルカナルで消えた。酒井三郎は重傷で内地に戻った。西沢だけが最後まで前線にいた。1982年5月、西沢を撃墜したニューエル中尉と西沢の戦友だった酒井三郎がカリフォルニアで握手を交わした。撃った側と戦友を失った側、37年の時を超えて手を握り合った。二人とも空を飛んだ男だった。アメリカ国防総省とスミソニアン博物館に西沢博義の肖像が飾られている。敵からも認められた空の戦士だった。このチャンネルではこうした歴史の写真や記録を AI の技術で蘇らせています。80年前の出来事を少しでも身近に感じてもらいたい。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは AI による読み上げを使っています。そのため、イントネーションや読み間違いがあるかもしれません。お聞き苦しい点があったら申し訳ありません。もし読み間違いを見つけたらコメントで教えていただけると助かります。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。西沢博義についてあなたが知っているエピソードがあれば、ぜひコメント欄で聞かせてほしい。今日も最後までご視聴ありがとうございました。